はいこんにちは MD ジャックです。はいです。耳の妖精ミミです。はい、今回は CCA のハイブリッドモデルハイドロです。 2DD プラス 8BA ってなんかすごくない？そうね、 CCA のフラッグシップモデルになるのかしらね。ラプソディがベースなんでしょうけど、ハイドロとラプソディはどう違うのかしら。じゃあラプソディも意識しながら見ていこう。価格はだいたい18,000円ぐらいのようね。 Amazon の価格は CCA のリンクだけど妙に高いな。ラプソディも発売当時より値上がりしてるようだけど、ハイドロの半分ぐらいで買える感じか。トリオは結構安く買えますね。 3DT モデルなんでドライバー構成では比較の対象にはなりませんけど、愛はラプソディよりなんか好きなんですよ。共通点はチューニングスイッチってことかな。ダイナミックドライバーモデルならポラリス、トリオ、ハイブリッドならラプソディ、ハイドロとステップアップしていくね。コスパの観点ではラプソディだろうなぁと思う。 2DD プラス 4BA でかなりしっかりなるからね。ハイドロは 2DD プラス 8BA でダイナミックドライバーのサイズも変えてより緻密な表現を可能にしてるってことですが、そう、 BA は同じ31736で搭載数がハイドロは2倍、ダイナミックドライバーは搭載数は同じだけどサイズが違う。価格差ほどの違いがあるんだろうかってとこがポイントかな。パッケージ内容なんだけど、いつもよりちょっと良さげなケーブルが入ってたよ。これ標準なのかな？ 3 年だからこれはオプションで単品でも売ってるってことだけど、ハイドロのオプションケーブルとしてオーダーした方が割安なんですって。本体価格プラス1000円ぐらいで買えるみたい。ああ、そういうことか。でも質感はいいね。気に入った。ダイナミックドライバーは 7mm と 8mm が1機ずつでフルレンジではあるけど、ベース向けにカスタマイズされているようだね。BA 搭載数が増えたから窮屈になって1つを 7mm にしたのかもしれない。こうしてみると内部の BA の占める割合が随分違うよね。なんかラプソディで肩身の狭かった BA がハイドロで勢力を拡大してるように見えるね。 BA は型番が同じでハイドロの搭載数が2倍で片側 8BA なのよね。そう、最近他メーカーもマルチ BA のハイブリッドモデルが増えてきたように思うんで、今年のトレンドなのかな。数年に一度のサイクルのようにも思うね。このマルチドライバーをコントロールしているのがこれ確か ZS10 Pro 2にも搭載されてたな。 ZS10 Pro 2は 3way、 ハイドロは 4way でちょっと違いますね。あ、ほんとだ、見逃すとこだった。外観は CCA お決まりのブラックカラーで統一感ありますね。マルチドライバーなのに 9.4g は軽めと言って良さそうです。サイズはラプソディとほとんど同じでフェイスプレートの厚みの差ぐらいでしょうか。 3D プリント一体型イヤーシェルの効果あるよね。詳細は上の資料を参考にしてね。今回はイヤーチップはさらっと見てもらう程度にしよう。他にも色々話さなきゃだからね。フォト収録と視聴には TRN ティップスを使うよ。バンドルイヤーチップに傾向が似てるからだよね。そうよ、マイイヤーチップとの比較、タングス、同3歳の比較、セドナイヤーフィット西の比較もデータは取ったんで一応載せておきます。さて次はチューニングスイッチね。今回は少し簡略化して進めるよ。左から2つは低域ブースト用で1の効果はかなり薄め。2つ目までオンにして効き目あり。右の2つは中域から高域ブースト用です。3つ目のスイッチだけで十分な気もしますが、お好み次第ですね。音量も上がるのでここに記載しています。次は低域と高域のミックス、そしてスイッチオールオンの場合、これも音量が変化するね。そしてこれが今見てもらった全部。ジャックさん、好きなスイッチパターンってあった？これ高域を1段階、低域は2段階上げていい感じ。なるほどね。これ以外にも組み合わせはあるけど、今表示しているのと同じ効果のものがほとんどだったね。今回のサウンドチェックはラプソディとの比較でいいですか？それとトリオも一緒に聞いてみようか。収録条件は音質調整の基準がハイドロで、スイッチはオールオフ。ケーブルはオプションで割安で買えるっていうこれね。波形見てもらってわかると思うけど、かなり似てるんで似てることを把握してもらえればいいかな。はい、でも聞き分けたいですね。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
はい、サウンドチェックでした。やっぱり全部似てましたね。まあ、波形も似てるし当然の結果なのかな。選曲とか切り替えタイミングにもよるんで、収録音での比較は波形が似てると分かりづらいのは確かだね。実機の聞き比べではどうだった？価格帯が真ん中のラプソディを中心に聞くと、トリオは細かい表現にちょっと粗さを感じますかね。クラシック曲のストリングスの臨場感ではっきり差が出たように思います。ああ、なんかコンサートホールの臨場感の差、余韻の差だよね。そうですそうです。やっぱり12キロ以上の広域の差、ドライバー構成の差っぽいね。はい。とはいえ安価ですし、クラシック聴かない人ならトリオはいいんじゃないですか？そう、上位モデルと比べてあらを探すより5000円切る価格での出来栄えを褒めたいよね。はい、そう思います。愛はもともとトリオ好きなんで。私もラプソディを軸にハイドロ聞いたんだけど、最初ハイドロの迫力がラプソディに負けてる気がしたんで、ジャックさんに聞いたじゃん。そうだったね。ラプソディの方が1デシベル弱だけど、レオトが大きかったんだよ。このぐらいのレベル差は個体差かもしれないけど、これを合わせて聞いてもらったんだよね。そうね。それでも迫力はラプソディの方があったな。もしかして低域の差？そうだね。波形にも差がある通り、低域の全体に占める割合がラプソディの方が大きい。他に気づいたことはある？ラプソディの方が音が近く感じた。ハイドロだけ聞いてると気づかないと思うけど、比べるとハイドロの方がややワイドで少し柔らかめ。BA 搭載数が2倍ってこういうとこに差が出るのかな。ラプソディだとブラスやストリングスに少しザラッとした感じがあったかな。確かに気になるほどではないけどね。チューニングスイッチで調整できるとはいえ、低域好きな人にはラプソディの方が合ってるんじゃないかな。ハイドロは低域を少し控えめにした分、中域以上がやや浮き上がる感じ。この帯域は平坦なのでボーカルがすごく前に来るって感じではないけど、ラプソディよりボーカルは聞きやすい。まあこれはチューニングスイッチを使わないで聞いた場合だから、スイッチのセッティング次第で解消するけどね。私はラプソディの方が好きだわ。そう思う人結構いると思う。ラプソディ安いショップだと6000円ぐらいでコスパいいじゃん。ハイドロの3分の1ぐらいだもんね。そうなんだよな。CCA、KZ はコスパの良さが人気の要因でもあるので、18000円クラスの価格はちょっとね。この価格帯だと他メーカーのいいモデルもたくさんあるので、ハイドロにこだわるかどうかも含めて検討が必要だろうね。ラプソディで十分って思う人も多いかなと思った。ハイドロとラプソディ、もう少しレオトの傾向が違ってたらな。ハイドロはかなりバランスを意識した仕上がりでしょ。チューニングスイッチで2段階持ち上げても低域はラプソディのデフォルトと同じぐらいのレオトだからね。とはいえ細部の出来栄えは良く、完成度は高い。個人的には結構気に入ったので、気になったら検討してみてもいいんじゃないかなと思います。ということで 2DD プラス 8BA のハイブリッドモデル CCA ハイドロのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。